皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私は今日もすごく元気です。今日はとても調子がいいので、ちょっとね、何本か動画を撮っています。そしてこの前の動画、一つ前の動画で私の幸せな朝の過ごし方についてお話ししたんですけど、この動画では特に私の朝ごはんの話をしようと思います。そしてこの話の中で今日本で起きている大変なこと、大変なニュースがあるので、よかったら気になる方は最後まで見ていってくださいね。そして私がいつも何を食べているのか、そういった話もしていくので、よかったら最後まで聞いていってくれると嬉しいです。では早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、まず私の朝ごはんについて。皆さん朝ごはんは何を食べていますか？きっとパンを食べる方、お米を食べる方、たくさんいらっしゃると思います。きっと皆さんが想像する日本人が食べる朝ごはんは、お米とお味噌汁と鮭、お魚とかそういうのを想像する方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、実は私は朝ごはんに最近お味噌汁とかを食べないんですね。今まで毎日お味噌汁を食べていたんですけど、この食べなくなった理由っていうのが2つあります。2つ。で、1つ目はただただ私が食べ過ぎっていう問題ですね。ちょっと痩せたんですね、最近。お味噌汁を食べる日って、やっぱりね、お魚とかお米とかも食べたくなったり、卵焼き卵焼きっていうのは卵をくるくると巻いて焼くもの。それを卵焼きって言うんですけど、その卵焼きとか結構たくさん食べてしまうので、ちょっとね、太っちゃったんですね。私は食べるのが大好きなので、太ってしまったんです。そこでちょっとダイエットのために今はオーバーナイトオーツっていうものを食べています。皆さん聞いたことありますか？オーバーナイトオーツっていうのは、オートミールを好きなミルク、私はアーモンドミルクを使ってるんですけど、アーモンドミルクとかヨーグルトとかをその器の中に入れます。で、混ぜます。そこには例えばココアとか蜂蜜とか体にいいものを入れるんですね、私は。で、それを一晩置きます。一晩、夜から朝まで冷蔵庫に置いておいて、ふやかすんですね、オートミールを。それがオーバーナイトオーツです。で、そこに、アーモンドとかプルーン、好きなフルーツとかを入れたりします。それを食べてるんですね、私は毎日。それが最近の朝ごはんです。で、さっきお味噌汁とかお米とかを食べなくなった理由が2つあるって言ったんですけど、もう一つは日本のニュース、今起きていることに関わっています。何かというと、皆さんこういうこと聞いたことありますかね？今、日本でお米がすっごく高いです。お米が高い。きっと日本料理といえば、お米が思いつく人がたくさんいらっしゃると思うんですけど、このお米がね、高すぎて、正直、本当に買えないんですね。どのくらい高いかというと、今まで5キロ、5キロのお米が2000円くらいだったんですけど、今4000円なんですね。倍の値段がします。倍。2倍ですね。倍の値段がして2000円だったものがだいたい4000円くらいまで上がってしまっています。
これはね、結構1年前、2年前くらいから起きていることなんですけど、まだまだ全然下がらなくて、値段が。で、2023年の猛暑が原因みたいなんですね。猛暑っていうのは、ものすごく暑いこと。最近の日本は、ものすごく暑いんですね。40度とか平気で行きます。私はそれが原因で、すごく夏に体調を崩してしまうんですね。実際にたくさんの方も熱中症になったりしてしまいます。そしてこういった猛暑の影響でお米が取れないんですね。お米が取れなくて、去年の夏ぐらいからかな、かなり値段が急上昇してます。急上昇。急に上がったんですね。それで今あんまり買うことができていません。なので、お米が食べたくても食べれない。で、もちろん高くても毎日毎日食べる人もいます。お米が大好きな人とか、お米を食べないともうやっていけないっていう人もたくさんいるので、もちろんお米は売れるんですけど、私は別にお米がなくても生きていけるというか、それこそさっき言ったオートミールで全然大丈夫なので、オートミールを朝ごはんには食べてるんですね。でも私でもやっぱりお昼とか1日に1回はお米を食べたいっていう思いがあるので、ちょっと高くても両親がね、お米を買ってくれて、なので、まあ、ちょっと我慢して少なめに食べるとか、お昼だけ食べる、そういう風には気をつけてます。で、夕ご飯はどうなのかっていうことなんですけど、私は実はもう6年くらいかな、夕ご飯に炭水化物、お米とか、パンとか、パスタとか、麺とか、そういう炭水化物を食べていないので、別に夜は全く問題ないんですね。なので私が食べるのはお昼だけ。お米を食べるのはお昼だけです。そしてね、このお米が高いっていうことは、きっと皆さん日本に住んでいなくても影響があると思います。例えば皆さんが日本旅行に来てくれた時も、きっとね、ちょっと高いんですね。レストランとかで食べるもの。お寿司とかオムライス。オムライスは私の大好物なんですけど、お寿司とかオムライスとかチャーハンとか、そういうお米を使ったものってやっぱり日本料理にはすごく多いんですね。なので、そういうレストランで食べるものの値段もちょっとずつ上がってきちゃってるので、きっとね、皆さんもなんか高いって感じてしまうかもしれません。なので、皆さんにもね、やっぱり美味しいものをたくさん食べてほしいので、早くお米が安くなることを願ってます。本当に安くなってほしいですね。さっき私、大好物がオムライスっていうお話をしたんですけど、皆さんオムライスは知っていますか？オムライスは、ケチャップライス。ご飯にケチャップを混ぜて炒めて、その上に卵を置きます。オムレツみたいなものを置きます。で、それをね、ご飯の上に置いて食べるものなんですけど、すっごく美味しいんですね。なので、もし食べたことがない方がいたら、ぜひ食べてほしいなと思います。皆さんの好きなお米を使ったご飯ありますかね？もし日本旅行に来て、これ食べてすっごく美味しかったよとか、ここのご飯めっちゃ好きだった。そういうのがあったら、ぜひぜひ教えてくれたら嬉しいです。では皆さん今日もここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。今日は私の朝ごはんと最近起きているニュースの話、そういったことについてもお話ししました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？
今日の私の動画もリラックスしながらゆったりと聞いてもらえていたらとても嬉しいです。では皆さん今日もいい一日をお過ごしくださいね。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。